この動画はリゴルの提供でお送りします。リゴルからまた新しいオシロスコープが発売されました。12ビットなのに5万円から購入できるという意味不明レベルで安いオシロスコープですが、今日はこちらを見ていきます。今回発売されたオシロスコープは2つあります。こちらの白い DHO800 シリーズとこちらの黒い DHO900 シリーズです。DHO800 が入門車の位置づけで DHO900 が入門車からもうワンランクアップした高性能高機能にしたやつと思ってもらって問題ないです。 DHO900 の方がデジタル入力とか波形出力、ボートセンスなどいろいろ使える機能も増えています。リゴル中国の公式ウェブページを見てみると小宇宙大爆発みたいなことが書いてあります。なんかすごそうです。多分小さい中にいろいろ詰まっているとかそういった意味でしょう。これまでの企業案件でも割とニュートラルな視点で評価していますが、こちらの DHO800 と900についてはあまり欠点はないかなといったところです。一つ欠点を挙げるとすれば、今回から電源が USB-C になっています。使う電源によってはノイズが乗ります。ただ付属電源は USB-C なのでこれを使うのを推奨です。こちらそれぞれグレード別で4種類ずつあります。 DHO800 と900それぞれのシリーズで4種類あります。ですので合計8種類から選べるようになったわけです。個人的な感想ですが、入門者向けのオシロスコープでは DHO800 と900が市場を独占するかと思います。それくらいよく動いてくれるオシロスコープです。正直今回の動画でですね、全てを紹介するのは難しいです。ですのでリゴルの製品体験会を動画の最後の方で紹介しますので、ぜひ立ち寄ってみてください。ちなみに今回は買う人が多いであろう DHO800 の方をメインに紹介していきます。もちろん900についてもいろいろ紹介できるところはします。こちらのオシロスコープ、サイズ的にはかなり小さいですね。こういう風に手に収まるサイズ感です。これまで入門機の位置づけであった DS1000 シリーズと比べてもその大きさがよくわかるかと思います。一番の特徴はこの薄さですね。めちゃくちゃ薄いです。だいたい奥行き方向は半分ぐらいになっています。ただですね、薄くなりすぎて今度不安定になってくるんですね。ちょっと手がぶつかるとこういう風に倒れてしまいます。ですので後ろの部分にこういう風な立てかけのやつがありますが、これを必ず使ってください。オシロスコープ使ったことある人ならわかると思いますが、この小ささ薄さっていうのはなかなか衝撃的かと思います。基本的な操作はタッチパネルです。波形とかの拡大縮小なんかはこちらの物理ノブでやった方が分かりやすいかと思います。タッチパネルの大きさはこのくらいです。大体のサイズ感分かりますかね。これ以上小さいと操作しにくいかなっていうところの限界ギリギリのサイズですね。タッチパネルなのでこういった細かいところの操作とかは結構このサイズのディスプレイだとやりにくいですね。ただ低価格帯でここまでできてるっていうのはなかなかないとは思いますので許容はできます。リゴルのちょっと前に出た DHO1000 シリーズという12ビットオシロスコープがありますが、それと大きさを比べてみるとこんな感じですね。タッチパネルなのでこちらの DHO1000 シリーズの方が操作はやりやすいです。低価格品なので入力は BNC 端子だけです。プローブとかに電源を供給できる端子はついていません。入力インピーダンスも 1MΩ です。これについては DHO900 も同じです。BNC の 1MΩ です。裏面には電源端子 HDMI、USB と LAN ケーブルを挿すところがあります。それと AUX アウトです。パスフェイルの信号とかを出すのに使えます。それに加えて DHO900 の S がついているモデルだとファンクションジェネレーターがついています。付属品ですが USB ケーブル、グラウンドに接続するケーブルとプローブ4本、そして電源です。オシロスコープをここまで小さくできたのにはいろいろと理由はあるかと思いますが、一番の理由は外付けの電源を対応したことかと思います。しかも電源は USB-C 給電です。こういった計測器業界は割と保守的なので従来からよくある太い電源ケーブルを使うことがほとんどです。ですがなんとリゴルは USB-C 給電を採用しました。こちらはですね、かなりチャレンジングな取り組みかと思います。ただ引っ張ったらちょっと簡単に抜けてしまいますね。ここら辺に穴が開いていますが、これは USB-C を固定するジグがあります。それのために使う穴です。ただ付属品にはありません。これですね、リゴルの人が教えてくれました。電圧は 12V4A です。ただこの定格の電源ってあまり見かけないですね。付属の AC アダプターは PD 対応のものでした。ただこの部分に表記がありますが 12V3A までしか流せません。微妙に表記と違っていますが、リゴルはですね、こういった微妙に爪の甘いところが結構あるんですね。本体の 12V4A も多分 45W 以上の電源を使えという意味かと思います。
こんな感じで Type-C 給電なので、手持ちの充電器が PD に対応していれば普通に使えてしまいます。はい、つきました。実際に電源を取ってみると 15V 引っ張ってきています。付属品の AC アダプターでもやはり 15V を取っています。消費電力は 30W 台後半といったところですね。これを見る限りだと 45W ぐらいの USB PD に対応した充電器があれば問題なく使えそうです。ここで注意してほしいのは、使用する電源によって波形にノイズが乗ってしまうということです。今付属の電源を使っていますが、ノイズはそんな多くないですね。ここのスイッチング周波数付近のスペクトルを見ていますが、だいたい50から 60kHz くらいのところでスイッチング電源動いていて、でそこの定数倍でスペクトルが立ってると。やっぱこういった計測器に使う電源で結構重要なんですね。例えば他社の電源を使ってみます。はい、こんな感じですね。純正の電源と比べてかなりノイズの成分が多くなっていますね。波形も少し乱れているような気がします。大振幅の信号を見る場合はそんな気にはならないかと思いますが、例えば数十ミリボルトくらいの電圧を見ると結構気になるかもしれません。やはり純正の電源を使った方がいいですね。こういった USB 給電ですとグラウンド接続はどうするんだっていう問題が出てきます。 USB 接続だけだとオシロスコープ本体が浮いているので測定対象によっては感電します。なのでグラウンド接続できるケーブルが付属してるんですね。ここにつないで筐体自体のグラウンドを取ってくださいっていうことですね。あとはモバイルバッテリーでも PD に対応していれば使えます。つまりですね、コンセントがない状況でもオシロスコープを使えるようになります。こういった面だと USB-C の給電結構便利ですね。屋外で測定するとか車とかの車載系の測定だとコンセント使えないこと多いかと思いますので、かなり役に立つかと思います。そういった用途には結構おすすめできますね。あとやっぱりこれ結構本体不安定ですね。特に画面側にものすごく倒れやすいです。ここの足は必ず出して使いますね。ではここからは実際に使っていきます。まず起動時間ですね。いきます。せーの。はい、だいたいつくの同じですね。8秒くらいでリゴールのロゴが出ました。意外と時間かかりますね。で DHO800 の方がカチカチ音が聞こえて、900の方からもちょっと音聞こえて、はい、起動時間50秒でしたが、普通の起動速度ですね。30秒切ると早いかなっていうのがあります。51秒は普通の起動速度です。こちらの左下のメニューからいろいろ見られます。OS は Android を使っています。DHO シリーズは全部 Android OS です。操作は物理ボタンと、あとはタッチスクリーンです。中価格帯以上のオシロではこちらタッチスクリーン標準ですが、こういった低価格帯のオシロでタッチスクリーンは結構珍しいですね。使うチャンネル数を増やすとやはり操作のもっさり感は出てきます。あとはマスの機能とかもあるんですが、こういったのも使うとやはりその操作のですねもっさり感というのは出てきます。例えばこんな感じですね。大体の遅延みたいなのはこれでお分かりかと思います。物理ボタンの方もこんな感じの操作遅延というかですね、ほとんど遅延はないんですけど、更新のフレームレートがですねちょっと落ちるイメージですね。電源を落とすと毎回初期設定に戻ってしまうので、ユーティリティのところからロードラストのところをラストにしておくのがおすすめです。この設定かなり重要です。プローブの倍率が毎回1倍になってしまうんですね。この10倍がデフォルトだと思いますので、先ほどの設定有効にしておくことをお勧めします。基本的な UI とか操作感は DHO シリーズはほぼほぼ共通ですね。ここを押せばチャンネルが出てきますし、下にずらせばチャンネルは消えると。左のところからメニューが開けて、ここからいろいろなモードを選べると。あとはこの上のバーのところにショートカットのメニューがあったりとか、そんなところですね。波形の時間軸や振幅の調整なんかはこちらの物理ノブでやるのが一番やりやすいですね。基本的な操作感なんかはこれまでのデジタルオシロスコープとほとんど一緒ですね。ここを押せばアクイジションの設定とかにいろいろ飛べますし、アベレージ、ノーマル、ピークとか。ただこちらの DHO800 と900シリーズについてはハイレゾモードはありません。ハイレゾモードがあるのは DHO1000 からになります。簡単に何を使えるか見ていきたいんですけど、例えばアナライズのところを見ていきますか。そうすると DVM って書いてありますけども、デジタルの電圧計ですね。直流交流と、あと直流プラス交流のところも測れます。他にはカウンターですね。基本的に周波数を見たりだとか、結構いろいろありますね。で他にはパスフェイル、結構簡単なパスフェイルの機能ですけども、こんな感じでできますね。出力の部分はビープであったり、あとは裏面についている AUX アウトのところで見れます。
あと演算の機能がこの価格帯の割にかなり高機能かと思います。ここでいろいろ選べますが、こんな感じです。基本的な演算から FFT、あとはローパスハイパスとか、この価格帯にしてはかなりたくさん演算できるかなといったところです。試しに FFT をやってみると 1MHz ぐらいに設定しておきますか。オンにすると、そうするとウィンドウ分かれてこういう風に見えますね。ちょっとよくわかんないんですけど、たまにですね、こういう外から多分入ってきてるノイズみたいのが見えます。50オームのターミネーターつけるとこんな感じです。ちなみにですね、この BNC 端子の入力は1メガオームだけです。50オームの機能は今回はついていません。どっかから拾ってるノイズはなくなりましたが、ここの 700MHz 付近で何かスペクトルが立っています。少し気になりますね、これは。今4チャンネル分の FFT をやっていますが、まあなかなか重くなりますね。ただですね、動作自体は遅くなるだけで不安定になるとかそういったことはないです。案外ですね、しっかりと動いてくれてます。波形の表示で気がついたのですが、 DHO800 と900には波形のズーム機能がどうやらないみたいです。リゴルノーショーだとここら辺にズームがあります。例えば DHO1000 シリーズを見てみると、ここにズームボタンがありますね。後でですね、CSV に出力して波形を見ろっていう話かとは思うんですけども、オシロスコープのところで細かいところも一緒に見たいと、そういった需要結構あると思うんですね。やっぱズーム機能をつけといた方が良かったんじゃないでしょうか。後で気がついたのですが、セットアップのところからズーム機能を選択できました。ただこれについてはなかなか気がつきにくいところにあるかと思います。時間軸ズームだけで振幅方向のズームはありません。振幅方向のズームも実装してほしいですね。ファームウェアのアップデートに期待します。ちなみに1秒間のサンプリング数ですが、 DHO814-100MHz モデルだと 1.25 ギガサンプルです。チャンネルを増やしていくとですね、サンプリング速度減りました。625メガサンプル。チャンネル数が3つになるとさらに下がって312メガサンプルです。チャンネル4つともオンにすると最後は変わりませんね。一応ですね、100MHz の3倍以上はありますので、波形としてはですね、一応見れるかなぐらいのサンプリングになります。あと波形を記録するメモリーの深さもですね、使うチャンネル数によって結構変わってしまいます。今1チャンネルしか見ていませんが、例えば2チャンネル、チャンネル2をオンにすると一気に10メガポイントまで減りました。でさらにですね、3チャンネル増やすと1メガポイントまで一気に減ると。でさらにチャンネル4をオンにすると、この場合は減らないですね。1メガポイントが最大となっています。もちろん後で波形を見る手がありますので、 USB を挿してクイックを押すと当然波形が保存されます。 DHO800 と DHO900 だと若干メモリーの仕様とかが違います。 DHO800 だとメモリーの長さが25メガでしたが、 DHO900 だと50メガまで長くなっています。ロングメモリーですね。長時間の波形のメモリーが可能になっています。サンプリング速度は DHO800 と変わらないです。チャンネル数を増やしていくとどうなるかというと、はい、2チャンネル増やしたが25メガになりました。さらに3チャンネル増やすと、はい、10メガなので、チャンネル合計で50メガしか取れないわけですね。ここら辺長時間の波形を測定する時の参考にしてみてください。でですね、これちょっとリゴルさんですね、DHO900 ちょっと無理して作ったかなっていうのがあるんですけど、これ 250MHz まで測定できるんですね。ただこれですね、全チャンネルした時には 250MHz の波形測定できません。っていうのもですね、こういう風にチャンネル数を増やしていくとサンプリングがどんどん下がっていって、3つの時点でサンプリングが312メガサンプル毎秒になります。250メガヘルツの波形を見るのには最低でもこの2倍のサンプリング数500メガサンプル必要なので、この場合だと測定ができないわけですね。ここら辺の出来については価格なりかなっていうところですね。正直に言うとこの価格でここまでよくやってると思いますよ。次、これあまり知られてないというか使ってる人が少ないのかもしれませんが、ここに LAN ケーブルがあって、これを接続するとリモートで操作できるようになります。ちょっとデモンストレーション一回やってみますね。ネットワークにつないで IP アドレス打つとこの画面に飛びます。Web コントロールを押すと、はい、オシロスコープに接続されました。例えばここに波形表示を押すと、こんな感じでほぼほぼリアルタイムで操作できます。例えば実験中人が入れないところにこちらオシロスコープ本体を置いて、パソコンの方で遠隔操作すれば波形の取得とかそういうのもできるわけですね。用途によっては結構使えるんじゃないかと思います。
次にですね、DHO800 と DHO900 でできることの違いを見ていきます。基本的に DHO900 の方が高機能です。まず一つ目がロジックアナライザーの機能 DHO900 あります。ここにロジアナ用のプローブを挿すところがあります。オプションになるんですけども、ロジアナのプローブしっかりと売ってますね。何万円かしたかと思います。ここに挿すと LA プローブ、ロジアナのプローブがディテクトされたと。これがデジタルのプローブですね。それをデジタルのボードに接続しています。ここですね。今は I2C の信号を見てみます。デジタルのプローブをオンにすると、こんな感じでなんかしっかりと出ていますね。ちょっと波形が多すぎるので一部消します。ここまで来たらあとはデコードの機能を使えばいいんですね。デコードのところを I2C にして、はい。こんな感じで出ましたね。そうすると何を読んでるかっていうのが分かるようになります。これを見てみるとリゴルのデータをですね、適当にバーって I2C で出してると。ちなみにですね、デコードの機能自体は DHO800 にもあります。基本的に DHO900 と同じようなデコードができるわけです。ただデジタルのチャンネルはないので、その分測定できるですね、ロジックの数は限られます。4チャンネル分しか測定はできません。次の DHO900 しかできないことですけど、こちらです。裏にファンクションジェネレーターがあります。ここに線をつなげば波形出せます。ただ出力は1チャンネルだけです。この G を押すと波形が出ます。なかなかいいんじゃないですか。どんな波形出せるかなんですけども、例えば制限波の場合で周波数が最低の周波数は 2mHz、めちゃくちゃ小さいですね。で、最高は 25MHz です。 OK。構高いですね、周波数。波形の生成ができるってことはですね、これボードセンズが書けちゃうんですね。これ DHO800 にはなくて900だけの機能です。これが3つ目ですね。ここでオペアンプの反転増幅回路やっていますが、これのボードセンズを取ってしまいましょう。はい。で測定を開始しました。低周波のところはちょっとプロットするのに時間がかかりますね。今回使っているオペアンプのバンド幅積はあまり高くないので、だいたい 1MHz くらいから折れ始めると思います。で倍率は1倍にしています。反転増幅回路です。なので位相はですね、この180のところをちょっと行ったり来たりしていますね。で原因は 0dB 倍率1倍なので、しっかりとできています。で周波数上がってきたので、だんだんプロットの速度も速くなってきました。このやはりですね、180のところ行ったり来たりするので、こういう風に上下行ったり来たりしていますね。で周波数が上がってきて、だいたい 100kHz くらいのところから折れ始めると。原因についても来ましたね。 1MHz くらいのところから折れ始めました。だいたいですね、ペアンプのデータシートにある通りかと思います。取ったデータなんですけども、普通に SD カードに保存した方が分かりやすいですね。このボードセンズでも一応確認はできるんですけど、ちょっと見にくいですね。基本的にセーブして、それをですね後でパソコンで見ることをおすすめします。どっちを買うかなんですけども、基本的な測定はやっぱ DHO800 でもいいかなっていうところですね。DHO900 の方でできるのはファンクションジェネレーターとロジックアナライザー、そしてボードセンズです。結構悩みますね。どうせ買うならいいものが欲しいって人は DHO900 シリーズの一番いいやつを選んだ方がいいかもしれません。あとこのオシロスコープ HDMI 出力があります。例えば大人数の前でオシロスコープの画面を映したい時とか、そんな時に使えるかと思います。学生実験とかそんなところですかね。次はオシロスコープの12ビット性能を見ていきます。この値段で供給できるのは不可能かと思うのですが、なぜかリゴルだとできてしまうと、利益が乗るのかは結構心配になってしまうレベルです。ではですね、実際に波形を見ていきましょう。右の方にリゴルの8ビットオシロ DS1000 シリーズ、かなりベストセラーかと思いますが、これを用意しました。通常のオシロスコープは8ビットです。この画面に映っているところを256分割しています。なのでダイナミックレンジが狭いです。拡大すると量子化誤差が目立ってきます。一方で12ビットオシロはどうかというと、この画面の縦を2の12乗4096分割しています。なのでオシロスコープの波形取得するところの量子化誤差が少なくなります。では実際にオシロスコープのビット数による量子化誤差がどれくらい見えるのかを確認していきます。皆さんが今見ている波形ですね、実はこちら制限波のように見えますが、制限波にさらに周波数の高い制限波を頂上しています。ちょっと大きくしていきますか。こんな感じですね。この状態でですね、波形のある一部分を拡大していきます。シングルでトリガーをかけます。波形のてっぺんを拡大すると、
見えてきました。同じように8ビットオシロについても拡大していきましょう。わかりますかね。こんな感じです。まず12ビットオシロの方を見ていきます。波形のちょうどてっぺんの部分を見ています。ノイズの成分が結構乗っていますが、それでも何か小さい振幅の信号が乗っているなというのはわかります。これが12ビットの凄さなんですね。一方で8ビットオシロの方を見ていくとどうなるか。これはですね、信号が乗っているかどうかわからないんですね。見たい信号のレベルに対して量子化誤差が勝ってしまっています。この波形がカクカクしているところですね。これが量子化誤差です。これですと波形のより細かい部分を見るということはできません。こういった違いが8ビットオシロスコープと12ビットオシロスコープの違いです。この12ビットオシロスコープの特性を生かすには、このオシロスコープ自体が低ノイズである必要があります。特にこのフロントエンド、アナログの信号を入力するところの回路が非常に低ノイズじゃないと、この12ビットの強さというのは活かせないんですね。そこら辺がですね、どうなっているのかをちょっと見ていきましょう。実際にこの中で12ビットで処理されているかを確かめてみます。ここを拡大していくとですね、こういう風に波形が見えてきます。このリゴルの DH オシロスコープの特徴なんですけど、波形をですね、ものすごく拡大した時にですね、ここの倍率が不正確です。ですので実際にですね、どのくらいのビット数を持っているかというのは USB メモリをここに挿して CSV でデータを取って確かめるしかありません。実際に見てみますが、1マスが 10V のレンジでやっている時の電圧分解能はだいたい 20mV です。まず中ではしっかりと12ビットで処理されています。ただですね、見てわかる通りノイズが乗っているんですね。波形を拡大すると結構デコボコしています。これはオシロスコープの実機で波形を拡大しても同じですね。このデコボコしている部分ノイズなんですけども、これはオシロスコープのアナログフロントエンド部分のノイズが原因です。なので実際に波形を見てみるとノイズの乗った波形を見ることになるんですね。このアナログフロントエンドのノイズがどのくらい乗ってるかなんですけど、波形を一番拡大して、もうこれ以上電圧のレンジをですね、拡大できない状態にした時のこちらの電圧を見てみます。実際このくらいですね。交流で60マイクロボルトくらいの実行値を持っています。電圧ピーク2ピークだとだいたい500から600マイクロボルトかなっていうところですね。ちなみにここに50オームのターミネーターをつけると少し良くなります。こちらぜひ参考にしてください。まあこんな感じで12ビットでしっかりと動いてるっていうのは分かりました。ただですね、この波形を拡大していくとやっぱり下の方の 1,2 ビット分くらいっていうのはどうしてもノイズが乗ってしまうんですね。そのノイズというのはアナログフロントエンドの部分で発生しているノイズももちろんありますし、外から受け取るノイズをですね、どのくらいこの波形に乗っけてしまうのかとか、そういったものもあります。例えば今ここ開放状態ですが、指を近づけると、このくらい結構簡単にノイズが乗ってしまうんですね。そのくらい非常に敏感な回路です。ここまで DHO800 と900をそれぞれ見てきましたが、普通に使えます。でですね、どっちのどのモデルを買うかが問題なんです。いくら安いと言っても最低5万円、高いと16万円しますから、どれを買うかで後悔とかはしたくないですから、一見的にですね、どっちのどのモデルを買うかを見ていきます。まず DHO800 についてです。価格は 49,500 円から 79,200 円。8万円出せば一番良いものが買えます。この金額についてですが、学生でも1ヶ月間頑張ってバイトすれば買える金額です。ここ最近低価格帯のオシロスコープはかなり安くなってきていて、しかも機能的にもかなり良くなっています。で、一見がどれを買うかというと、基本的には4チャンネルのものの購入をおすすめしたいです。ここが4つあるやつですね。なんでかっていうと、チャンネル数が足りなくなった時に単純に困るからですね。ただですね、弊社の従業員が私物で DHO800 の2チャンネルのものを購入しています。で、それをですね、実際に使わせてもらったんですが、案外2チャンネルでも困りませんでした。でもチャンネル数が足りなくなった時に積む可能性が非常に高いので、基本は4チャンネルのものの購入をおすすめします。周波数は 70MHz と 100MHz のどちらかがラインナップにあります。今回使ってみたのは 100MHz のモデルです。ほとんどのケースで 70MHz で十分かなとは思います。ただですね、こういった機材については最初からいいものを買っておくと後で後悔する確率が低くなります。ですので一見的には DHO814 チャンネル 100MHz のものの購入をおすすめします。これと同じものですね。もちろん予算の都合もあるかと思いますので、4チャンネル 70MHz のものでも全く問題ないかとは思います。次はですね、DHO900 シリーズです。価格は 99,000 円から 159,000 円なので、先ほどの DHO800 よりかは高いです。それでもできることを考えたらかなり割安の部分に入るのではないかと思っています。DHO900 は2チャンネルのモデルはなくて全て4チャンネルに
になっています。そしてこちらの裏面についている信号発生器の有無、モデル名に S がついているものなんですが、そのありなしによっても価格は変わります。一番低い周波数でも最低 125MHz なので、そこそこいいものですね。250MHz のラインナップもあります。今回使ったものが 250MHz のものです。ここになってくると、どちらかというと個人が使うものではなくて、企業がちょっとした測定でこういったオシロスコープ使いたいみたいな場面が多いかと思います。ロジアナプローブもオプションにはなりますけども、こういったロジックアナライザーもあります。ボードセンズも使えるので、オシロスコープでできる測定は問題なくできると思います。一元的にどれを買うかというと、DHO914S ファンジェン機能がついてて周波数は 125MHz、 それかちょっと予算を多くして DHO924S 250MHz のファンジェン機能付きですね。このどちらかがいいかなとは思います。予算次第っていうところも多いですね。こんな感じでいろいろ見てきまして、一見的には結構いい製品かと思うんですけども、やはり動画を見ただけでですね、購入する決心がつかないっていう方も結構多いかと思います。いくらオシロスコープとしては安いと言っても最低5万円はしますから。で、そういう風にですね、どうしようかなっていう風な迷ってる人向けにですね、リゴルの製品体験会を今回開くことになりました。実際に触ってみたい人、2023年の11月18日、19日の土曜日、東京秋葉原でリゴルの製品体験会をやります。名付けてリゴルデイです。一見もこちらのイベントにゲストとして呼ばれましたので、皆さんもぜひ来てください。実際に製品を触ってみて気に入ったらその場で購入も可能です。先着順となりますので早めに登録お願いします。概要欄にリンク貼っておきます。もちろんこの動画だけ見てですね、オシロスコープ購入していただいても全く OK です。その場合は概要欄にリゴルのオンライン公式ストアがありますので、そちらの方から購入検討お願いします。でですね、今回のこちらのオシロスコープについても前回同様ですね、分解しても OK ということだったので、実際に分解してみます。中身にどのくらい違いがあるのか結構興味ありますね。ということで DHO800 と DHO900 をそれぞれ分解してみました。開けるために特殊ネジが必要です。もともとこういう風になってて、これを外すとこうなると。もともとネジとかついていたんですが、全て取り外した状態です。分解前から気になっていた USB 電源を差し込むところなんですけども、ここはスルーホールタイプで補強されているので、何回かですね、抜き差ししても壊れるということはなさそうです。HDMI、USB、LAN ケーブルの端子なんかも同じように補強がされています。なので、もげる心配はありません。開けてみて一番最初に目に入ってくるのが、このヒートシンクですね。ヒートシンクを開けてみると、このようになっています。取れました。こちらのヒートシンクですが、発熱するところは高めに掘られていて、ここに熱伝導用のシートが貼ってあります。一応全部に貼ってあって、一部はもう取り外した状態です。特にこのアナログフロントエンドの部分ですね、ここ発熱する IC ですが、その部分にですね、放熱用のシートが貼られていました。こちら基本的にはヒートシンクとして動作していますが、それと同時に外部からのノイズをですね、遮断するシールドケースの役割もしています。ここにですね、アナログフロントエンドの IC が収まっていますが、そこを覆うような形になっています。ヒートシンクとシールドケースを兼ねてコストを削減するということでしょう。上が DHO900 の基板、下が DHO800 の基板ですが、基板の構成は全く同じです。ただ、上位機種の DHO900 については、ファンクションジェネレーターの部分で追加の基板が載っています。この部分です。あと900の方はロングメモリーなので、その部分にですね、対応するメモリーと思われる部分が載っています。900にはこの部分ありますが、800にはありません。なので、こちらの基板については上位機種のもので設計をしておいて、その後にですね、下位機種に載せる部品をですね、少し減らしたりとか、そういったことをしています。多分ですけど、このやり方が一番コストが少なくできるんでしょうね。設計の工数も減らせますからね。これがですね、分解したところです。ここでアナログフロントエンド周りのアンプがありますね。多分これが AD コンバーターのチップかと思います。その後ろに FPGA があります。こちらは Xilinx の Zynq シリーズですね。FPGA と SoC が一体になったものです。で、ここら辺は多分メモリーかなんかですかね。そしてこちらにロックチップ製のプロセッサーがあります。RK3399 なので多分 DHO1000、DHO4000 と同じものかと思います。リゴルのですね、基板開けてみると面白いんですけど、毎回なんかこういう鳥のですね、マークがあります。今回はスモールスパローです。こちらの基板の端っこに怪しいシールが貼ってあったんですけど、こちらに SD カードリーダーが入ってます。多分この中に OS か何か入ってるのかなといった予想です。ちょっと元に戻しておきます。
こちらのアナログフロントエンド周りのチップであったり AD コンバーターのチップであったり、使っている IC は900も800も同じです。なので最初からある程度高性能なものを作っておいて、ソフトウェアの方でですね性能をあえて落としている、そんな使い方もしてるかなとか予想はできます。というわけでリゴルから新しく発売された DHO800 と900シリーズのレビューでした。やっぱりですね、一番の特徴っていうのはこの小ささと軽さですね。正直言ってかなりコンパクトです。これまでもですね、オシロスコープのコンセプトを少し壊しに来たというか、そんなモデルになっています。使い心地については価格なりかなといったところですね。5万円から10万円台でこの性能が手に入れば十分かと思います。ソフトウェア方面についてはですね、まだまだバグが多いかなといった印象です。正直ですね、荒探しをすればですね、もうちょっと見つかるかなというところです。これはですね、今後のソフトウェアのアップデートに期待したいところです。リゴルさんお願いします。どういった人がこのオシロスコープを買うかについてなんですけども、まず DHO800 については新しくデジタルオシロスコープを購入したい人とか、そういった層に向いているかと思います。初めての1台としても全然悪くはないかなという印象です。こちらのリゴルの DS1000 シリーズというのがありますが、これでもいいんですけど、これですね、だいぶ古くなってきています。そういった意味でもこの12ビットの新しいモデルを買うのがいいんじゃないかなというふうには一見的に思っています。それとですね、この DS1000 シリーズからの乗り換えというのもこの DHO シリーズなかなかいいんじゃないかと思います。 DS1000 シリーズと比べてだいぶ軽いし小さくなっていますからね。もしこの DS1000 シリーズから乗り換えるのであれば、DHO800 の最上位モデルか、それか DHO900 の方がいいかなといったところですね。それか DHO1000 か DHO4000 の方もおすすめしたいです。DHO4000 については以前のレビュー動画がありますので概要欄見てください。DHO900 についてなんですけども、個人で買うには少し高いかなといった印象です。でもできることの幅とかを考えるとこの価格でも全然ありだよなっていうところですね。最後繰り返しになってしまいますが、こちらのオシロスコープを実際に触れる機会というのをリゴルさんに用意してもらいました。これまでオシロスコープを使ったことのない方もぜひ来てこういったオシロスコープ触ってみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。